郵便受けに心臓を捧ぐ渚川彩恵。別れを告げられた朝、ポストに心臓が入っていた。ともくんはもう一緒にいられないと言った。私があまり外へ出ないことや、最近の生活が少し重たいことを、ともくんは遠回しに口にした。荷物をまとめて出ていくともくんの背中は、決意しているようでもなく、解放感に満ち溢れているでもなく、ただ疲れて見えた。ポストの中を覗きながら、ともくんが夜中にやりとりしていた人のことをふと思い出した。ポストの中には請求書と茶色の封筒とその奥に心臓が入っていた。赤くて暖かくてトクトクと動いていた。封筒にも箱にも入っていなかったし、誰宛てかもわからなかった。夕方、ともくんは帰ってきた。やっぱり忘れ物してた、と言って何事もなかったように靴を脱いだ。その日から出て行く話はしなくなった。昼間、私はほとんど出歩かない。カーテン越しの柔らかい光の中で観葉植物に水をやり、テレビのどうでもいい番組を流す。棚から乾燥イチジクを出した。気に入って買い置きしていたもので、白い皿に出してかじると、最初は少し硬い。噛むと内側がねっとりほどけて、小さな種が歯に当たる。甘さが遅れて広がった。その横に透明なガラスの皿を置いた。来客用に取ってあった一番いい器だ。光を拾う凸凹のあるガラスの皿で、洗うたびに少し気を使う。けれど100円ちょっとの白い皿に他人の心臓を乗せるのはさすがに忍びなかった。賭けもなく軽くて何にでも使える皿は、こういうものを受け止めるためにある気がしなかった。心臓はガラスの上では静かだった。天気の話やテレビ番組の話には反応しない。その代わり外の音に反応する。郵便屋の足音や階段を上がる気配に鼓動が速くなる。家の中ではいつも少し持て余している気がして、実家で飼っていた犬みたいだと思った。犬みたいな心臓を自分の胸の上に押し当てると、ドクドクとはっきりした音がした。上に乗せたまま寝転ぶと、心臓はくったりと私の胸の形に収まって、音が少し柔らかくなる。私はそれを抱いてソファーでうたた寝をした。日当たりが良くてカーテンの影がゆっくり動く。心臓は私が息を吐くたびにそれに合わせるみたいに静かになる。重さはあるのに邪魔にはならなかった。眠りに落ちる直前に撫でると音がさらに丸くなった。ある日、私は心臓に付箋を貼った。宛先不明のため返送をお願いします。
それを近所のポストに入れた。その頃からともくんは日に日に弱っていった。帰りが早くなり、夜は胸を押さえて眠るようになった。だから私の心臓を詰めてあげた。胸に手を当てると、私の心臓は思っていたよりすぐに見つかった。そっと指で引き抜くと、抵抗はほとんどなくて、体の中が少し静かになった。ポストに返した心臓は、触るとすぐに形を戻した。反応が早く、迷いというものが感じられなかった。私の心臓は指の跡が少し残る。形が戻るまでに時間がかかる。けれど、どこに置いても落ち着いている。私の心臓はきっとどこに置かれてもうまくやっていけるだろう。それからともくんは以前よりよく眠るようになった。外の誰かの話をしても首をかしげるだけだった。なんで別れたいなんて思ったんだろうな。と、ある日ぽつりと言った。それからともくんは何事もなかったかのようにここにいる。私の心臓をともくんにあげてから、私は少し歩くのが遅くなった。階段の途中で息が切れて、途中の段に腰を下ろすことが増えた。テレビの音が前よりも遠い。ポストには何も届かない。恋人は柔らかい日差しの中でよく眠っている。私はもう出歩かなくてもいい。口にしようと手に取ったイチジクが床にポロリと転がり落ちた。